おー、どうも。今回ようやくこれを手に入れることができたので開封してみたいと思います。これがですね、マキタの 18V 仕様の 76mm 充電式コンパクトカッター、モデル名 MC300D っていうものになります。これが何かというと、コンパクトないろんな部材を切断できる充電式の工具になります。やっと手にすることができました。これがですね、今年2023年の夏発売だったのかな。発表されてすぐにいつもの販売店さん行って注文しようと思ったんですけど、その時点ですでに売り切れだったんですよ。完売と。手に入れることができなくてですね、でそこから時間経ってようやく在庫が復活してきたっていうことで、今回これ手に入れることができました。早速中開けてみたいと思います。オープン。おー、来ました。説明書で、ででーん、これ本体ですね。これ本体の他にこの切断用の砥石もついてきました。これ 76mm です。 76mm の切断砥石もついてきたと。金属ステンレス用ってあります。そういったものを切断できる、厚さ 1mm の切断砥石ですね。ちょっとこれ装着してみますか。マキタおなじみのこの本体に付属しているレンチ、ディスクのブレーキついてますね。これを押さえて緩めて、このインナーとアフターのフランジ、これでこう挟み込んで、あとは締め上げると。これでもう装着完了しました。でこのツールはここに収納できると。いいですね。ちょっと早速作動させてみますか。18V 仕様のバッテリー、6A なんですけど、これを装着して、この安全装置、これを握りながら、お、ストップも速い。めっちゃいいですね。このブレーキ素晴らしい。回転し始めまではちょっと時間かかるけれども、ストップめちゃくちゃ速いですね。でこの安全装置ですね、これはこっち側にはついてないので、右手に持って使うっていう想定で作られた、そういったものですね。自立はちょっとしないですかね。これ要はグラインダーみたいな道具なんですけど、グラインダーとはちょっと違ってまして、っていうのもこれ自分が愛用しているミルウォーキーの 18V 仕様のグラインダーです。グラインダーはですね、こういうふうに削ったりとか、例えば部材がこういう位置で配置されてるとしたら、これをこう持ってこう切断すると。なので手首をこうひねってこう持って切断する必要があるんだけど、このコンパクトカッターはですね、手首をこう変に返したりする必要なく、こう持ってこのままの向きでふっと切断できると。これいいですよね。この砥石が小さいっていうのはあるんですけれど、細い金属とかワイヤーメッシュとかですね、そういったものをちょっと切断したいみたいな時にめちゃくちゃ便利な道具です。これマキタのやつは2023年に発売したんですけど、海外にはですね、こんなようなやつが結構いろんな会社から出てて、今紹介したこのミルウォーキーからもですね、12V 仕様のこんなようなツールがですね、2018年にはもう出てたんですよね。名前が M12 フューエル3インチコンパクトカットオフツールっていうものです。で形はですね、まるっきりこれです。最初これ見た時ミルウォーキーの OEM かって思ったぐらい似てて、ボッシュからもですね、小型のバッテリー装着するタイプのこう持って、同じようにこの向きで切断できるっていう充電式の工具はあったんですけど、そっちはちょっと形が違うんですよ。このマキタの開発陣とかデザイナーさんはですね、おそらくミルウォーキーの M12 仕様のコンパクトカットオフツールってやつをベンチマークとしてこれを開発したんじゃないかなと思います。自分海外の電動工具販売サイトとか覗くの好きで、昔からよくこうチェックはしてたんですけど、コンパクトカットオフツールってやつがですね、結構評価が高くて、もうすでにいろんなアタッチメント出てるんですよ。なんか石とかをこう切断する時にその粉塵を吸い込むアタッチメントとかもそういったものも出てて、そういう電動工具の需要が高まってるんでしょうね。それを見越してマキタからもこれを出したんじゃないかなっていう、そういう予想をしてます。このミルウォーキーの方は3インチのディスクがついてると。この3インチがですね、ミリメートルに直すと 76.2 ミリメートルと。こっちは76ミリですよね。なのでブレード径ももうほぼ一緒と。で最初はですね、そのミルウォーキーの方を買おうと思ってたんですよ。ただこういったディスクの仕様ってアメリカと日本でなんか全然違うらしくて、ミルウォーキージャパンではまだそのカットオフツールの取り扱いがないんですよね。
その日本仕様にローカライズされた仕様のものがまだなくて、でうわー欲しいんだけどなっていうところにこのマキタのツールが出たので、これいいじゃんっていうことで今回これをチョイスしてみました。ちょっとミルウォーキーの方と比較しながらになっちゃうんですけど、その点も踏まえてこれざっと見たり実際に使ってみたいと思います。ミルウォーキーの方だと逆回転で切断できるっていう機能がついてて、それがすごい好評だったっぽいんですよね。でここにもですね逆回転機能、マキタのやつにもついてます。この F ですね。F の場合はこっち向きに回転して、この R の方こっちだとこの向きに回転するっていう風に書いてあります。この点はめちゃくちゃ分かりやすいですね。普段は通常方向でこう切断していて、やっぱり逆回転で切断したいなっていうシチュエーション結構あるんですよね。例えば壁際で壁から細い金属の棒が飛び出てて、それを切断したいとかっていう、そういうシチュエーションの時ですね。その時こう逆回転にして、こういう感じですね。そういった自分の状況に合わせてこの回転方向を選べるっていうのはいいですね。でしかもこれがですね、ここにカバー、金属のこういったものがついてるんですけど、これがですねちょっと位置調整できるんですよ。これによって切り方も少しではありますが調整できますね。ただこのバッテリーの装着する部分に関してミルウォーキーの方はですね、これ同じくコンパクトカットオフツールと同じ 12V 仕様の電動工具アングルハンドグラインダーってやつなんですけど、 12V シリーズってめちゃくちゃバッテリー小さいんですよ。なのでこう装着した時にこのグリップとバッテリー、ここがつらい位置になっててめちゃくちゃコンパクトになるんですよね。それに対してマキタのこの 18V 仕様の方はですね、この部分が何て言うんですかね、こう膨らんでるので、この部分ですね、この部分はやっぱりちょっと大きくなっちゃいますね。でバッテリーもこっちよりもでかいので多分こっちの方が重くなっちゃってちょっと見た目も大きくなるっていうところですね。正直これ装着する手前こう立てておけると良かったんですけど、バランス的にはちょっと倒れちゃうっていうところですね。これ 18V 仕様なのでパワー的にはこっちの方が強いのかな。ただミルウォーキーの M12 シリーズはですね、これめちゃくちゃパワー強くて、パワーブーストバッテリーっていうバッテリーつけるとこれの時よりも 1.2 倍ぐらいパワー強くなるんですよ。でパワーブーストの 6A、これすいません 5A でした。通常バッテリーは 6A のやつがあるんだけど、このパワーブースト版は 5A ですね。これを装着した時にパワーがどれだけ違うかっていう、これちょっと違うものなんですけど、機会があればこれ試してはみたいんですけれども、このマキタの方は 18V 仕様と。でもって今回はですね、こっちの砥石の他にこれも別に注文しました。これが塩ビ FRP 石膏ボード用ホイールってやつです。こっちも 76mm ですね。これさっきと同じようにここ取り外してこう装着できるんですけど、これ自分の場合は塩ビを主に切断したいと思います。自分わさび栽培やってるんですけれど、水耕栽培だとかそのわさびの苗を育てるための水やりですね、スプリンクラー、それを設置している配管とかで、水耕用の塩ビの配管みたいな、そういったものを結構加工するっていうシチュエーションが多いので、これも注文しました。まずこの金属の方から、これせっかく装着してるんで、これいろいろ切断してみたいと思います。はい、ここに LED ついてて見やすいし、こう来て、さっきのブレーキですね、ディスク変える時に使うやつで、ここに可変式の切断用カバーとでもってですね、これいいですね。ちょっとこれもテスト前にちょっと見てみたいんですけど、これダストカバーですね。こう取れるようになってまして、ここである程度のでかいゴミはこう遮断されるんだけど、さらにこう細かいゴミをここでブロックしてくれる、こういうものもついてますね。これ掃除しやすくていいですね。はい、ではちょっとここにワイヤーメッシュ、よくあるやつです。これはですね、コンクリートの基礎を打った時とかにめちゃくちゃ役に立った、このワイヤーメッシュですね。うちではですね、薪ストーブ用の薪を保管しとくために結構これ使うんですよ。これでパレット囲ってあげて、そこに薪入れて、保管してるっていうところで、ちょっとこれ切断してみましょう。うわ、めっちゃ速い。ちょっと逆回転、これやってあげれば前に火花飛ぶんですよね。
ちょっと前何もないんで切ってみます。ちなみにこれ切断する時はこの一番下の部分で下へこう押し付けるように切るそうです。おー、素晴らしいこれ超使いやすいわ。やっぱ逆回転いいですね。こっちの方が切りやすいかも。正回転の時はこうしてあげればいいのかな。カバーをちょっとずらしました。これでどうだろうか。いいいい素晴らしい。だいぶこっちへの飛散が防止されましたね。じゃあちょっとこれ細いワイヤーメッシュなんだけど、もうちょい太いやつもあるんでそっちも切ってみます。正回転でまずは行ってみますか。マジかこれ。いや半端ねえ威力。個人的にはやっぱ逆回転これいいですね。これすごい切りやすい。おお。こう状況に応じて変えながら。おー、超いいめっちゃ気に入ったこれ。もうちょい太いものもやってみますか。ちなみにちょっとこの金属はですね、また別の動画で使います。とある、重機のパーツ作るんで、その時に使い回します。ではちょっとこれ切ってみます。ビニールハウスのパイプですね。これも結構加工する頻度が高いんで、ちょっと試しに切ってみます。ここが浅いんで、太いものを切るときは何回かこう回したりとか、ちょっと工夫が必要ですね。何回か回してあげれば簡単に切れるんですけど、ただ切断のスピードめっちゃ速いです。こんな感じですかね。やっぱあれだな、細い金属切るときにメインに使うかな。金属切るときはやっぱこういうやつですね。細いやつ、こういう細かいのの切断マジで速い。ちょっとカバーがあるんで、寄って切るとすると、1センチぐらいちょっと切れないデッドスペースみたいなものがあるんですけど、ちょっと切る金属とか素材にもよると思うんですけど、ブレードの減りは硬いものを切るとバンバン減っていくかもしれないですね。ちょっと特殊な径というか、この直径もそうなんですけど、この形自体がちょっと特殊なんで、買う時はちょっと高くつくかもしれないんですけど、ちょっと安いメーカーのものとかあれば後々試してみたいと思うんですが、そうですね、やっぱ細かいものを細かく加工する時、そういう時ですねには本領発揮します。何より軽いし、ただちょっと今のところ使ってみて、ここをちょっと気をつけないとなっていうところはですね、防護メガネマジで必須です。結構金属がこう飛び散ってくるんで、特にこの正回転の時ですね、これのカバーの位置がですね、やっぱちょっと開いてた時、火花がバーッとこっちに飛んできちゃう時は跳ね返って金属の粉みたいなやつが飛んできたんで、
こういう切断系は必須なんですけどね、ただ特に飛び散ってきます。カバーがやっぱちっちゃいっていうのがあるのかな。まあいいや。ではですね、金属の他にこれ使って塩ビ切ってみたいと思います。個人的にはちょっとこっちの方が楽しみで、これにブレード変えます。それにしてもこのマキタのよくあるこれは本当にありがたいですね。これ変える時はいちいち工具箱を取りに行ったりしなくていいんで、現場で作業してる時とかこれはめちゃくちゃありがたいです。これ取ってよいしょっと。ここにしまってと。これでもう完了ですね。自分の場合はですね、切るのが塩ビがメインなので、さっきの金属切断するよりはこっちのブレードは長持ちすると思います。まあ何の変哲もない塩ビ、ちょっと薄めのやつ、これ切ってみます。こうしてちょっと回しながら。おお、いいな。やっぱちょっとこう飛んできますけどね、うまい具合にカバーを動かしてあげれば飛んでくる量を減らせます。ちょっと金属の時よりもこの粉末が半端ないですけど、ただ切れ味は抜群です。ちなみに結構この粉が舞い上がるんで、こういうものもつけてやってます。ではですね、ちょっと太めのやつ、これもいってみます。押さえながら回しながら切った方がいいかもしれない。すげえことになってる。これちょっと吸い込むキットとかいるかもしれないです。ただ切れ味は半端ないですね。さらに太い、ここちょっと二重になってるやつなんですけど、ここも切ってみますか。楽勝ですね。扱いやすいです。やっぱり軽いしコンパクトだし、ただやっぱこの粉がすごいですね。これこんな感じです。塩ビやるときはちょっと吸い込むやつ、なんかアタッチメントあれば買おうかな。メンテナンスはしやすいですね。あとはこれ、このさっきの粉塵のガード、これメンテナンスするときはやっぱついてた方がいいですね。これは素晴らしい。
こういった細かいものの解体とかにもいいんじゃないでしょうか。ただあんまり太すぎると正直グラインダー使った方が早いかもしれないです。こういった細い系のホースを切断したりだとかですね、こういう時はこっちの方がコンパクトでいいかもしれないですね。はい、はい、ということで今回からこれを導入して、手始めにいろいろ使ってみたんですけど、使ってみて良かったポイントとここがなと思ったポイントとか、あと注意点ですね、それも言っていきたいと思います。まず良かったポイント、切断能力がすごいっていうところです。で特にびっくりしたのが最初に切った金属ワイヤーメッシュなんですけど、切断スピードめちゃくちゃ速かったですよね。まさかあんなに切れるとは思ってなかったです。回転スピードもめちゃくちゃ速くてですね、安定して金属も切断できるっていうところですね。あとはこれコンパクトっていうところと、それと相まってめちゃくちゃ使いやすいです。使い勝手がいいと。軽いので持ってても全然疲れないし、グリップもいいですね。滑らずがっちりと持てる、こういったインパクトみたいにここの握り部分はさすがといったところですね。あとはですね、このカバー、これがちょっとではあるんですけど動かせるんで、これやってあげることで自分へ飛んでくるこの切りくずですね、それを最小限に抑えることができます。あとはここで正回転逆回転を瞬時に切り替えられるっていうのもいいですね。状況に応じて回転を逆にして切ればすごい切りやすいポイントを見つけられます。あとはですね、これ慣れてくるともう片手でこうできますね。例えばさっきの塩ビとか持ちながら切るとして、やっぱこっちの方がいいやっていうこの切り替えが片手でできるんで臨機応変に対処できるっていうのもいいですね。あとはこの LED ライト、これもいいですね。照らしてくれる位置もちょうどいいですね。であとはこのレンチ、これも素晴らしい。現場でなんかブレードを取り替えたいとかっていう時もこれは非常にありがたいです。であとここにブレーキボタンもあるんで、この取り替えもすごいスムーズに行います。であとはこれですね、このダストカバー、簡単に取り外せるんで、場合によってはマキタのダスター、これですね、めちゃくちゃ気に入って使ってる AS180D っていう、これもマキタのこの 18V 仕様のバッテリーで作動させることができるんで、こんな感じですね。綺麗にしてあげてまたはめてと、で今度はこっちに変えて切るみたいな、そういうことができるのがこれいいですね。このバッテリーはめちゃくちゃ汎用性が高いので、他にもいろんなマキタ工具があるんで共通なので使い回したりもできると。はい、そんなところですかね。で使ってみてここがなと思った点も挙げておきたいと思うんですが、まずはですね、これ切りくずがめちゃくちゃ飛んできます。なのでこういった防護メガネですね、これはもう必須です。さっきも言ったんですけど、これ切断系のツールは絶対つける必要があるんですけど、これは特にですね、バンドソーとか、パワーカッターとかいろいろあるんですけど、それよりもこれ飛んできます。なのでこういった防護メガネ、塩ビとか柔らかい素材切るときはですね、さらに切りくずが飛んでくるので、場合によってはもうこういうものもあった方がいいかもしれないですね。こういうマスコ、こういうものもあった方が安全かと思います。あとはですね、この切り込みの深さ、これがですねそこまで深くないので、あまり太いものを切るのには向いてないかなって思います。細い金属だったりそういうものを切断するのに向いている工具だと思います。あとはですね、さっきのちょっとミルウォーキーのやつと比べちゃうんですけど、18V 仕様なのでこのバッテリーの重さ結構持ってて感じるっていうところです。であとはですね、ここがなというかちょっと要望ではあるんですが、もうすいません、今日何度も比べちゃって申し訳ないんですけど、マキタさんはですね、多分このミルウォーキーさんの商品、結構徹底的に研究してると思うんですよ。でこれの他にもですね、ミルウォーキーが先に出して、マキタが後から出した、そういった製品結構あるんですよ。チップソーカッターとか、あとこのヒートガンですね。ヒートガンはですね、ミルウォーキーの方が、下手したらさっきのカットオフツールより前に出てた気がします。でマキタがさすがだなって思うのはですね、後発なりにその先発にはなかったこういう機能をつけてきたりっていうところがすごいなと思ってまして、この小型のチェーンソー、これもですね、近年いろんなメーカーで小型のチェーンソー出始めてます。でマキタの小型の電動チェーンソーあるんですけど、これ去年かな、出たやつ自分購入して、これすげえなと思ったのが、こっちにはない部分、ここですね。ここに自分すごく感動したんですよ。っていうのもこれがですね、ふにゃふにゃでガードが、木の枝を剪定してるとして狭いところに突っ込んでも引っかかってもぐにゃっと曲がって邪魔にならないっていう、これ見た時やっぱさすがだなこのメーカーはと思ったんですよ。こういった後発なりのこういう工夫ですね、
そういったものがですね、ちょっとこれにも欲しかったなって正直ちょっと思っちゃいました。はい、コンパクトさでは多分ミルウォーキーの方が、よりコンパクトで軽いんですよ。こっち 18V だからしょうがないんですけれど、このカバーはいいな。このカバーはいいと思ったんですけど、それを超える何かが欲しかったですね。例えばこの変速モードとか、この回転のスピードをこう調整できたら、さっきの塩ビ切る時とか低速で切ってあげればなんか粉塵が少ないんじゃないかなみたいな、そういう風にすみません、素人目線で言うとそういったところがちょっと欲しいかなと思っちゃいましたね。そんなところですね。やっぱ一マキタファンとしては、マキタにしかないさすがだなっていうところがこれにもちょっと欲しかったなと、ここがなと思った点、あとはこのブレードですね。この黄色い塩ビ切るやつもそうなんですけど、こっちの鉄を切断する方ですね。結構特殊な規格なのでホームセンターとかには多分気軽に置いてない、そういったものだと思うんですよ。なので自分は販売店さん行ってこれちょっと注文しようと思うんですけれど、この入手の容易さっていうところで言うと、普通のこういうグラインダーの切断砥石とかそういうものと比べるとちょっと入手しづらいかなっていうところはあります。ただですね、本当に今回使ってみて細かい、細い鉄の棒とかを加工する時はこれめちゃくちゃいいですね。あとは塩ビも切りやすいので、ちょっと今わさび田でですね、わさびを洗う機械を作ってまして、試行錯誤しながら、いろいろやってるんですけれど、そういうものを作ったりとか、水耕栽培のメンテナンスの塩ビを加工したりする時とかですね、そういう時にこれ使っていきたいと思います。またその様子使う時あればまた撮影してオンエアしたいと思います。はい、そんなところですね。ということで今回はマキタの 18V 仕様の充電式コンパクトカッターを使ってみたっていう動画でした。これもし気になった方は概要欄にこの商品のリンク貼ってあるんでぜひチェックしてみてください。あとはおすすめの Amazon の商品とかそういったものをまとめたリストも概要欄にリンク貼ってあります。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。